中野坂上の由来ともなりました中野坂となります。神田川ですね。はい、こちら中野坂上の三重塔でございます。あ、なんだろうこれ、クラブ湯ってありますね。中野坂上の銭湯でございます。中野に象が闊歩してたんですね。常願寺というところに、着きましたのでね、これからまた参拝していきたいと思います。飲み過ぎちゃったよてへみたいな感じですよね。中野坂上です。ドアが閉まります。手荷物をお引きください。無理なご乗車はおやめください。はい、どうも皆様こんにちは。座れる休憩場所検索と Find My Town というサイトを運営しておりますペンタと申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、中野坂上に来ております。ペンタのぬいぐるみを連れてきましたのでね、一緒にお散歩していきたいと思います。よろしくお願いいたします。中野坂上と言いますと、2012年ぐらいですかね、ドコモのギャラクシーの CM で、中野坂上ってちょっとブームになったかなと思うんですけど、そこでね耳にしたこともあるかと思います。はい、中野坂上ですね、どの辺にあるのってところなんですけどもね、これは中野区になります。中野区、千葉県の千葉区みたいなね形をした、中野区でございますけど、南側に位置しておりまして、中央線と京葉線の間にあるイメージです。神田川よりは、北側にある中野坂上でございます。芸能人がよく通います堀越高校が近かったりとかね、しますし、あと新宿にも近いというね、そういったロケーションでございます。はい、で中野坂上なんですけどもね、何の坂の上なのってちょっとね気になるかと思うんですけどもね、こちらはですね、目の前に山手通りと青梅街道という2つのね大きな通りがございまして、ここの青梅街道の、新宿方面に向かいますところ、ここは中野坂という坂がございます。そこの上にありますので中野坂上と言われています。実は坂という駅がつく名所はですね、東京都内でも最古となりますね。志村坂上とか乃木坂とか赤坂とか神楽坂とかあるんですけども、中野坂上は、坂がつく駅で最も古い、そんな名称でございます。はい、それではですね、中野坂上の路線ですね、通勤とかどんな感じなのってところなんですけども、東京メトロ丸ノ内線と東京都交通局の大江戸線が通っておりますので、新宿がめちゃくちゃ近くてですね、東京メトロ丸ノ内線で2駅で新宿まで行きます。中野坂上の次は、西新宿ですね。で大江戸線ですとね3駅になりますね。またですね、この歩いて新宿中野も行けますね。徒歩で新宿までおよそ25分ぐらいといったロケーションですかね。中野も多分同じくらいかなと思いますけども、はい、ではそんな感じでですね、今日は中野坂上のお散歩ですね、スタートしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。駅直結のビルがございます。このサンブライトツインというところございまして、このパオっていうのかな、ここにお店が入ってますね。ですね、ドトールとか、文教書店丸亀製麺ね、ローソン、ビルフランスとかね、あとはキュービーハウスも入ってるね、ところでございます。なんか3ってつきますけど、結構中野ってね、中野サンプラザとかなんか3がつく地名が多いのかな、どうなんでしょうね。はい、ところでございます。はい、こちらのねパオって書いてありますね。このサンブライトツインという結構大きなビルで、ちょっと何階建てなんでしょうかね、ってとこなんですけどね、駅のすぐ近くにね、お店がありますので、そこはなんか便利だなと思いますね。パオ広場ってとこちょっと行ってみましょうかね。この下行くとですね、電車にね乗れるんですけども、はい、パオ広場こんな感じになりますね。ここからまっすぐ行きますとね、東京メトロ丸ノ内線の、改札の方に行けるんですけども、ちょっとなんか吹き抜けみたいなのって、この真ん中にベンチがあるのはいいですね。待ち合わせとか使えそうですね。私国内最大級のねベンチまとめサイト座れる休憩場所検索とやってますので、ここもですねそのうちサイトに追加していきたいと思います。はい、お寿司屋さんですね。坂上のお寿司屋さん、中華料理のお店、ドトール
ドトールがあって、であとは、正面にローソンとビールフランスがあるといった形になりますね。なんかアジサイ小町っていうのがあるみたいですね。イタリアンダイニングとか、入ってる、そんな感じですかね。はい、それではですね、都道4号線の青梅街道沿いにまずはね歩いていきたいと思います。青梅街道はですね、もともとは山梨県にあります石灰をですね、江戸の中心地に運ぶ、そのために作られたね、道路でございます。甲州街道、国道20号はですけど、そこのね裏甲州街道と呼ばれて、おりましてですね、結構この辺は、お店とかですね、なんだろう、食べ物とかね、産業が発達したね、そんなところでございます。はい、じゃあ青梅街道のこの交差点ですかね、渡っていきましょうかね。はい、青梅街道はですね、まっすぐ行きますと、新宿ですね、大川戸下に行きます。よくアニメとかドラマとか映画とか出るかもしれませんけど、大川戸下っていうところですかね。ちょっとなんか写真とかあれば載せたいと思うんですけど、そこにねつながっております。だからここまっすぐ行けばね新宿まで行けるということですね、なりますね。はい、そしてこちらがですね、ハーモニースクエアというところですね。ここはなんかピアノのコンサートとか、そういったものがね、行われているんでしょうかね。ちょっとね、もし行ったことあるよっていう方いらっしゃいましたら、コメント欄とかで教えていただけると幸いです。これも結構高いビルですね。というかなんか中野坂上結構ビルで囲まれてますね。やっぱり、西新宿に近いっていうそういったポテンシャルから、こういったなんかね高層ビルの、建設とかね、結構盛んなのかなと思いますね。このまっすぐ行った、新宿方面もね見えてきますし、こちらとかね、ただ中野方面ですかねとか、青梅街道から青梅街道荻窪方面とかに進むと、そこまで高いビルはなくて、はい、それではせっかく来たのでね、ハーモニースクエアに行ってみたいと思いますね。左手側にこのマクドナルドが、ありますね。はい、なんかこの鋭角なビルがいいですね。なんか本当になんかケーキみたいにね切ったなんかビルみたいなね、この三角形のちょっと美しいと思いました。はい、って感じですね。この中にもなんかお店があるのかな。銀行とか、あとドコモショップとか、ファミレスもあった、ジョナサンとか、あとはインドネパール料理、そんな感じですかね。結構広いですねこの辺り。この辺りなんかハーモニー系のね、場所がついたね、エリア区画となりますね。今いるのはこの三訓コートかな、ところで、ハーモニーテラスっていうのもあるのでちょっと気になりますね。ちょっと寒いんで手袋してますね。はい、中野坂と呼ばれているところでしょうかね。はい、こういったねちょっと勾配が、ございます。勾配があるっていうことは多分河川があるんでしょうかね。神田川ですかね。右手側にこのジョナサン、ちゃんとねファミレスがある。東中野にもなんかファミレスありますよね、結構ね。中野結構ファミレスあんのかな、ちょっと、どうなんでしょう。であとこっちの方ですかね。ここになんか居酒屋が結構集まってるな。ここに居酒屋が集まるんですね。はい、っていう感じですね。でここに左手側にこのライフがあるっていうのがいいですね。結構でかいですよ、もうライフ。そういえば東中野にもライフありませんでしたっけ。あれなんだっけな、でかいスーパーありますよね。結構だから中野ってなんかこうなんだろう、普段使いでもなんか利用しやすそうな、そんな街の印象やっぱありますよね。中野区は人口密度多分2番目だったかな、東京都23区。東京都23区っていうか東京都内かな。東京都23区でね2番目の人口密度を誇る中野区でございますね。ここのなんかマンションのところにあるこれなんだろう、なんか車輪石臼なんかなんかオブジェクトがありますね。ここあれだ、製粉って書いてあるからそうなのかな。神田川が近いのでそうですね。やっぱりこの青梅街道沿いっていうことで江戸から近かったということがありまして、そばとか製粉が結構この辺江戸時代は盛んだったって聞きましたね。で神田川のところでこう水車小屋でこうね、
なんていうんだろう、石臼にこの粉を製粉するっていうかこねるっていうんですかね、そういった感じで製粉会社があってもおかしくはないなとちょっと思いました。中野そばって有名だったらしいですよ。お蕎麦屋さんが結構あったみたいですね。江戸にね持ってってるみたいですね。ここで製粉してお蕎麦を。はい、こちらがですね、中野坂上の由来ともなりました中野坂となります。はい、ということでですね、青梅街道ちょっと歩いてみたんですけど、中野坂のですね碑がありましたね。はい、これが中野坂上の、ね、由来ともなりますね。中野の名称については、武蔵野の中央にあること、そうですね、中野と呼ばれるようになったことが記されております。団子屋さんと水飴とかなんかあったみたいですね。坂の上にお菓子屋さんがあったみたいですね。中野坂、この裏側ちょっと見てみましょうか。こういった感じでね、中野坂と書かれています。これが中野坂上のね由来ともなります中野坂ですね。はい、これが見れただけでも僕はちょっと今日は良かったかなと思いますね。中野坂上何の坂やねんってとこなんですけどね、ちょっとこういった形でね、見れました。はい、そしてですね、今青梅街道神田川の近くに来ました。ここのヨドバシがですね、ここは新宿区と中野区の境になっております。で、こうやってヨドバシってね、名前がついてまして、ここは散策路もありますね。今なんかちょっと工事中なのかな。神田川がね、続いてます。コンクリートの堀みたいな形になってるね、神田川ですね。はい、神田川ね、鴨さんはいらっしゃいますでしょうか。ちょっといなそうですね。鳩はたくさんいるんですけど。はい、ちょっと反対側に来てみましたね。なんかこっちの方がなんか歩くとしては楽しそうな、印象があります。結構流れが速いですね。はい、神田川ですね。神田川の水源は吉祥寺になります。吉祥寺の井の頭公園のところに水源がございまして、これですね、私も吉祥寺の実況動画で訪れましたので、ぜひ吉祥寺の動画もね概要欄から見てみてください。感動的な神田川の源流でございますって書いてですね。はい、神田川は善福寺川とね、妙正寺川と合流して隅田川に注いでおりますって書いて。水鳥は見えないな。そうですね、中野坂上から丸ノ内線の方南支線、方南町方面があるんですけど、方南町のとこでは鴨さんいたんですがね、神田川のとこね。はい、ヨドバシの近くにですね、このローソン100円ストアなんですけど、ここはダイソーと併設された、店舗でございますね。ダイソー併設のローソン100円ストアって、そんなには多くないなって思うんですけど、一応ね100円ショップも中野坂上にあるといった形になりますね。さっき見たパオのビル、なんかあれ真ん中にこのなんか、躯体っていうかジグザグのね、ジグザグの躯体っていうのかな、なんか入ってまして、これ結構なんか、ツインビルだからそうなってるのか、ちょっと変わってるなって思いました。稲荷神社がありますね。ちょっと街の中でこういったね稲荷神社があるといいですね。なんかここだけ静かな環境でね、お稲荷さんがねいらっしゃると、こういったスポットもあるんですね。一応中野坂上の住宅街っていうか、こんな感じでね、ありますと。はい、そしてちょっとね、中野区中央1丁目にいるんですけど、さっきなんか居酒屋が、あるよって話したんですけど、ここにちょっとお店が集まってますね。
唐揚げと卵焼き、卵焼き 1P100 円1ピースな、いいですね。100年美容院、おお、変わったネーミングの。ここはなんだろう、カフェカリーって書いてあるけど、これはカレー屋さんかな。完熟トマトとナスのひき肉カレー、美味しそうですね。野菜ゴロゴロ系だ。ほうれん草の牛すじカレー、パプリカ。今日は11時半、ちょっとあれかな、休業か。年末年始ですよね、休業ですけど、こじんまりとしてるんですけど、なんかこういうとこね、多分美味しいと思いますね。私も勘ですけど、はい、というのありました。あとはメンズの、靴のセレクトショップ、いいですね。あとはなんか居酒屋か、モンテロ酒の居酒屋が、ありますね。まとい寿司、お寿司屋さんとかね。これちょっと路地入ってみようかな。スナックね、坂上クラブ、スナックもあります。住宅街ですね、坂の上のね。一軒家もね見えますね。まとい寿司、お寿司屋さん、スナックか、麺屋天宝、これチェーン店ですかね、があると。なんかここの通りになんか居酒屋とかそういうの集まってるの、なんでだろう。ちょっと街道からそれたところですよね。こうだな、日本小町って書いてあるのかな。なんかいいっすね。居酒屋さんがあります。はい、あと串カツ田中とかも、アップルハウスっていうなんかあれですね、絵柄がなんか変わったビルがありますよ。はい、ピュアナチュラル、ちょっとよくわからないですがね、会社かな、がございます。この辺かな。じゃあちょっとまた駅の方戻りますね。あとここに東京食堂っていうね、食堂屋さんもありました。この辺お勤めの方はね、なんか御用達な感じがしますね。ハンバーグチキン南蛮とか、定食屋さんがございます。はい、そして路地のところからですね、この中野坂上アクロスシティっていう、ちょっとここを巡ってみますか。なんか医療系モールな予感もしないような感じなんですけど、ウォータースタンド、店舗ご案内。でも医療系だけってわけじゃないんだ。文具屋さんとかコンビニとかヘアカットと、あとウォータースタンド、なかなか変わったこの組み合わせですね。この、寿司のフグ料理とか、なんかちょっといろいろありますね。うどんおでん屋さんがあって、なんか中には結構サインが、掲げられてる、有名なんですかね。でここになんか唐突に文具屋さんが、あれかな、地元でこの辺で商売されてた方でビルができてここに入ったとか、そういった形でしょうかね。ちょっと推測になりますけどね。なんかちょっと迷い込んじゃいました。これどうなってんだ。あれか、こっちは韓国料理とかあって、サイクルスポットとかもあります。でここ中野坂上のあれなんだ、駅入り口なんだ。はい、中野坂上駅のこの、A1 出入り口の近くですね。ここに、アクロスシティっていうこのテラスが多いですね。このねベンチがね、ございまして、この植栽が後ろにある、感じでね、ここなんか待ち合わせにも使いますし、ちょっとなんかテレワーク的に
使えそうかなと。そこのマンションのねとこの奥とかあの辺座ってなんかカタカタ MacBook とかどうですかねいいんじゃないですかね。意外とねなんかスタバとかめちゃめちゃ混んでるカフェよりねこういうちょっと開放感あるところでねテレワークっていうかパソコン広げるのね僕結構おすすめで、それちょっと広めたいんですよね私のサイトを通じて。ぜひ皆様もね新たなライフスタイルちょっとやってみてください、ね、意外とねはかどるんですよね。僕も、まあねスワロー休憩場所検索とファインドマイターンの記事とか作るときはよく、ね外のベンチでやったりしてます。はい。あとちょっと謎のオブジェがございますね。なんだろう、何を示してるんだろうね。はい。ちょっと地元の方詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。はい。ということでこれはあれかな、山手通りかなこれは。まっすぐ行くと東中野ですかね、総武線豊大江戸線止まる東中野っていう感じで、ここにもなんか中華ダイニング天宝、なんかさっきもなんかラーメン屋天宝ってありませんでしたっけ、なんか天宝多いな。あとここ中野区立の東図書館、なんか綺麗ですねこれ。綺麗だなこの図書館。ちょっと今日はちょっとやってないのか。めっちゃ綺麗じゃないですか。いいな。読書もはかどる。はい、それではですね、今から青梅街道をね宝泉寺方面にね歩いてみたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。はい、じゃあ行きましょうかね。さっきはね新宿方面歩きましたけど、今度は荻窪方面ですかね、ちょっと歩いていきたいと思います。ここにもね中野坂上駅の出入り口2番がありますけど、ここには松屋が、ありますね。男ヘアサロン、女ヘアサロンね、ヘアサロンがございますね。あとラーメン、餃子とか、さっきのとこミネトラック、さっきのビルとですねツインビルのミネトラックありますし、あっちもモンテローザ系がありますね。あと松の屋ですかね。結構だからなんだろう、ファーストフードとかね居酒屋とかねいろいろ集まってるっていうそんな感じですかね。基本的には丸ノ内線 SNS でね、南阿佐ヶ谷とか新高円寺の方までね行ける青梅街道でございます。バスも出てますね。東京都交通局を運営する東映バス、新宿方面もねバスでアクセスすることもできますといった形ですね。であとですねここに、オリンピックがありますね。駅地下にさっきねライフもありましたけど、このオリンピックもあるっていうのはこれいいですね。なんか都心に近いけどこんだけなんか、ねスーパーも充実してるという、これなかなか中野坂上いいですね。なんかねそうね、都心に近くてなんか普段使いのお買い物も不便しないっていうハイブリッドな感じですね。はい。お蕎麦屋さんですかね。先ほどこの青梅街道があるんでお蕎麦ね、製粉とか結構そういうのが栄えましたよとお話ししたんですけど、お蕎麦屋さんもあります。ピザ御膳とかね、クリームあんみつもありますよ甘物系もねあります。はい。あとはラーメン花月ですね。もうなんか胃もたれちゃってきついかな、ラーメン花月。はい。サウスインディアンフードって書いてあるんで、これなんかおしゃれじゃないですかこれ。レモンライスとねスープ、なんかこんなおしゃれな南インド系のカフェってないような気がするんですけど、いいですね。この前ね吉祥寺のちょっとおしゃれなインドカレー行きましてですね、最近なんかインドカレーもね、なんていうかな、カラフルなね、外観のなんかいかにもインドって感じじゃなくて、ちょっとこういうなんかカフェっぽい、インドカレーっていうのがね流行ってるのかな。なんかちょっとそういったところは結構女子受けもいいですよね。はい。あとスパイスカレー食堂、ここにもなんか、カレー屋さんがありましたスパイスカレー食堂。これはね南の島って書いてあるね。食券で買うみたいですね。
ビーガンのねメニューもありますと。あとバーキンもありますね。バーガーキング。なんかあれですね、ファーストフードも結構多いっすね。なんか結構充実してるなと思います。高円寺方面の方はなんかあれですね、お店多くて一人暮らしとか向いてるかもしれないですね。はい、でここですね、真言宗の法泉寺がございますね。はい、それではですね、中野坂上にあります法泉寺のところに、ね、来ましたので、こちらちょっとね、参拝してみましょうか。はい、行きましょう。じゃあ行きますね。はい、法泉寺、中野坂上のね、結構大きなお寺さんでございますね。あ、急にですね、熱帯魚のプロショップありました。真っ赤ちん。いいですね、熱帯魚プロショップ、いきなりこのお寺さんの、ね、近くに出てきたんですけど、いいね。急になんかプロショップ出てきたのはちょっと予想外でした、ね、いいですね。熱帯魚好きな方もね、中野坂はいいかもしれないですね。はい、はい、ということで法泉寺ね、着きました。はい、法泉寺はですね、もともと中野のね、町役場がやったところでございまして、中野の中心ということで、ここにですね、かつて中野区役所もあったんですよね。今中野の四季の森公園の隣とか、中野サンプラザの近くに今中野区役所ありますけど、ここがね、中野の中心地でした。はい、法泉寺。じゃあちょっとね、お参りしていきましょうか。はい、仁王門のところには、あれですね、金剛力士像が、持ってね、凛々しい顔つきでね、おりますね。この右手が太子堂って書いてますね。あ、そしてですね、目の前にこの三重の塔が見えましたね。はい、でその左手側には、中野町役場とって書いてありますね。なのでもともとはね、ここがね、中野のね、行政の中心でしたということですね。三重の塔がありまして、これ綺麗ですね。朱色でね、美しいな。こういうのがね、中野にあるっていうね、いいですよね。あれですかね、江戸六塔、仏塔ですかね。江戸の6カ所のこの塔、三重の塔とか五重の塔の一つでしょうかね。江戸六塔というと、ウグイス大の近くにある寛永寺、あれ五重の塔でしたっけ。あとは池上本門寺とか、あとはあれか、浅草寺かな、とかですかね。でこれが三重の塔ということですかね。はい、あとこの石臼がありますね、この三重の塔のところに。石臼、これはそばのあれですかね。石臼の由来あります。神田川には水車が設けられていて、そば粉をひいていくことで使われました。これだ。そばの一大消費地となった江戸東京に向けて、全国から中野に集められた製粉の大拠点となり、中野から東京中のそば店に供給されたため、中野そばと呼ばれるようになりました。すごいな。はい、中野そばですかね。でちょっと冒頭で僕申し上げたんですけど、これ中野区、これ絶対千葉君に見えません？千葉県のなんかね、千葉君っぽいんですよ。僕だけかなこれ。なんかね、千葉君に見えるんだよな。ということですね。はい、この石臼ね、積み上げられてなかなか特徴的ですよね、これね。はい、これ美しいですね。三重の塔ってあんまり見たことないな。一回消失しちゃったんですね。で再建したって書いてありますね。奈良法隆寺に範を取り、飛鳥様式の、この建築物、美しいですね。中野坂上のね、三重の塔でございます。すごい立派ですね。
修行像がおりますね。こちらはここは御栄堂ですかね。弘法大師の御影お姿を安置しているお堂のことです。なんか都会の中のね、こういった心落ち着く、環境でございました。素晴らしいですね。もともとやっぱりこの町役場があったっていうことからですね、ここは中野駅 JR 中野駅が開業する予定だったんですね。ただ住民の反対で今はね全然違うところにあるんですけど、ね、中野駅がここの候補地だったといったね、そういったね歴史もございました。はい、じゃあ法泉寺からちょっとですね、青梅街道少し戻っていきたいと思うんですけど、やっぱこの辺はもう一戸建てがずっとついてますね、路地のとこ。結構都心に近いながらもね、一戸建てが多い感じですかね。もつ鍋屋さんとか、もうちょっと変わってるな。黒豚塩餃子唐揚げいろいろあるね。お肉がメインなのかな。コンセプト系のパン屋さんの間違いない、高級食パンのお店ですね。やっぱちょっとした辛さまとかぶってる気がする。店名とキャラ同じじゃないですかね。どうだろう。地元のパン屋さんをプロデュースして、この紙袋が結構ね特徴的なんですよ。こんな感じ見えますかね。これは広告宣伝になってね、結構マーケティング、うまく抑えてるといったそういった本を読みました。はい、間違いない。ちょっと青色看板見えますかね。右が山手通り、右側行くとですね、首都高速中央環状線の C2、のインター、中野長者橋インターがありますね。でまっすぐ行くと、首都高速4号新宿線の、方に行ける高速道路も近くにあります。はい、じゃあちょっと路地裏に入ってみましょうかね。何か発見がありそうな気がします。クイトン屋の郡司っていうのがすごい美味しそうな匂いするんですけど、お腹が減ったな。グラタンピザハンバーグとかなんかすごいねいい匂いしますね。中野区はね23区内2番目に人口密度が高いということですからね、住んでる人も多くいらっしゃいます。はい、ちょっとね路地裏入ってみました。ここがですね、確かお蕎麦屋さんじゃなかったっけ。ラストアダっていう一見普通になんか住宅みたいに見えるんですけど、ここなんかねGoogle マップ見た時結構評価高かったんで来てみたんですけどね、法泉寺の門前町ということで、お蕎麦がね、こういったところ食べれるとねちょっと見たんですけど、ちょっとやってないみたいですね。はい、じゃあ引き続きましてね歩いてみたいと思います。魔女の一撃っていうなんかぎっくり腰みたいなね感じで、スパイスチキンカレーとか、なんかカレーがね、食べられる。なんか本当住宅のみたいな外観ですけどもね、カレー屋さんが、ございました。でこっちの方歩いてきますとですね、なんか商店ないかな。居酒屋のね、侍とかもう結構この辺結構静かなんですけどね、住宅街でね。いろりもある居酒屋さんです。あとここなんだろうこれ、クラブ湯ってありますね。中野坂上の銭湯でございます。銭湯がありますね。時間がね外れてるんで空いてないですけどね。銭湯のこの屋根はないのか、煙突みたいなやつ。なかなか渋いです。バーバーがありますね。これも一戸建てのねお家でやってるんですね。自宅兼店舗がちょっと多いですかね。なんか広いとこに出てきました。ここはなんだろ
新宿の天船っていうのかな、結構なんか並んでますね。あ、天ぷらこれ美味しそうだな。穴子丼もいいな。穴子丼ね、穴子エビ丼とかね、天丼とか、結構、芸能人の方とかもいらっしゃってるかな。いいな、こういう、天ぷら屋さん、こういうのね美味しいんだろうな、多分な。いいですね。とかなんか言ってるうちにですね、なんか広いとこ出ましたね。はいはい、ってことでここですね、パーモの、あれですね、ツインビルのところにある、テラスみたいなところですね。なんか正面のこのコンクリのビルがなんかかっこいいな、ロボットみたいでね、シンメトリーでなんか変わってるなと思いました。ちょっとね、ビルの谷間にあるこの鉄筋で組み上げられたパーゴラの、ところにねベンチがたくさん並んでますね。あとはこっちの方にも日が当たるところでね、ちょっとベンチがありますので少し休んでいきますか。はい、ということでちょっとねベンチで休憩してます。ずっと喋りっぱなしで歩いてますのでね、結構最近ちょっと体力の衰えが感じますね。はい、結構ねなんだっけな、動画でアフレコですかって聞かれるんですけど、アフレコじゃなくて全部その場で歩きながら喋ってます。はい、多分アフレコだとね僕うまく喋れないと思う。なんかその時の、見つけた時の感動とか、その感想とかそういうのなんかその場でパッて言った方がなんかリアリティもあると思いますしね、後付けだとなんかね、なんかこう後付けだとなんか調べながら喋るみたいな、そんなになっちゃうかなと思って、はい、ちょっと休んでます。はい、それではですね、山手通り沿いにですね、ちょっと神田川方面にね歩いていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。はい、こちら山手通り、広い通りになりますね。ここの地下にですね、なんと高速道路が走っています。首都高速、中央環状線 C2 ですね、があります。このですね山手通りの、下の高速道路なんですけど、結構ですね高低差が、あるみたいですね。で、このやっぱ中野坂上のあたりはですね、地下そんなに深くないんですけども、ここからですね新線、渋谷の新線とか駒場東大前とかあの辺に行った陸橋のところはね約60メーターぐらい深さで、この辺が20メーターということで高低差約40メーターぐらい、あるですね高速道路になりますね。この首都高速中央環状線の下にですね実は都営大江戸線もありましてですね、都営大江戸線は、ここからもう少し東中野方面に行った落合南長崎から、ここからですね西新宿5丁目までのその区間がですね、首都高速と大江戸線がねかぶってるところでございます。大江戸線の方が深いところにあるんですけどね、そんなのがある、山手通りです。さてここですね、焼肉屋さんがブルズ亭ってありますね。名門ってことでこれは麻布十番の焼肉屋さんでしょうかね。あります。ブルズ亭盛りとかねあるみたいですね。美味しそうですね。お昼のランチもねありますね。ユッケのランチとかね。テイクアウト弁当もあるしね。あとこの、ランチのミックスランチとかね、こういうなんかお手頃でもね食べれそうな、メニューもあります。こちらにヨガと筋トレとカフェのなんか3つね掛け合わせてるなんかところがありますね。きのこカレーが食べれるなんかおしゃれな、カフェでテラス席もありますね。なんかヨガとかピラティスとかいろいろ掛け持ちのね、カフェがございました。この辺はそんなになんか飲食店は見られないですね。青梅街道のはなんかいろいろお店があった感じですよね。こうまっすぐ行ったところに神田川の長者橋ってあるんですけども、この辺りですね鈴木九郎さんっていう人でしたっけがですねかつて馬を売ってですねで富をね、築いたというね、中野の長者と言われた人がおりました。それからですね中野長者っていうね由来がこれあるんですけど、後でその鈴木九郎さんが創建したと言われている、ね、お寺さんも行ってみたいと思います。ちょっと路地入っていますね。これなんか株式会社海洋先端技術研究所ってかっこいいですね。
どこにあるんだろうはい、どうやらですね、ここは幼稚園か保育園か、児童遊園的なところに出ましたね。あとこれなんだろう、象の小屋の後、ここ象が歩いてたらしいですよ全然想像できないな。中国人の貿易商が、将軍の吉宗にベトナムから象を連れてきたそうですね。象牙が宝泉寺のところに保存されてるみたいですね。中野に象が闊歩してたんですねちょっと想像ができないな。今はなんか小屋の、あとはちょっとね看板しかないんですけども、ここに象が歩いてたんだねベトナムからね。そうですか。これは感動的だなね。この辺象歩いてたんですよね、ベトナムの象がそう思うとなんかね、これはなんか今までにない感じっていうか発見っていうかね、象さんがねこの中野にいらっしゃったということです。あと急になんかこの住宅街の中に中華料理屋さんが出てきましたね。一番館、地下鉄中野坂上駅となり中華飯店一番ここに移転しましたって書いてなんかなんだろうな、なんか住宅街っぽくない中華料理屋さん、なんかそんな感じですね。はい、ちなみにですね、この山手通りの山手トンネルでございますけど、これ実はですね国内で一番長い道路トンネルということらしいですね。そうかなってちょっと思うんですけどね、そうみたいです。で世界で2番目らしいですよ、ね。ノルウェーのなんかトンネルが一番長くて世界で、これ山手トンネルは世界2番目に長いらしいです、道路トンネルで。でもちょっとびっくりですよね。でこの右側になんかちょっと竹のなんか壁面みたいな、なんかこれあれですね、どこだっけ、京都のちょっと思い出せない、なんかこういう感じのありましたよね。やばい、全然思い出せないな。なんかありましたね、こういう壁の。ここにもベンチがあるんですね。このなんか木のこのベンチですね。これなんか原木をちょっと加工したベンチみたいなね、いいですね。はい、なんか何やらね、すごい看板が見えましたね。なんかすごい目立ちますね。なんかなんだっけ、ルーローハンのひげおじさんちょっと思い出しちゃったね。これは常願寺。なんかすごい特徴的な山門ですね。これなんか中国みたいな山門じゃないですか。変わってますね。であれ上にちょっと見えますかね、金色のなんて言うんでしたっけ、あれなんかオブジェも変わってますね。はい、それではですね、常願寺というところに、ね、着きましたのでね、これからまた参拝していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。行ってみましょう。はい、ここですね、鍋島家の、お墓があるんですね。佐賀県の藩主、佐賀藩の藩主ですかね。なんか大名のねお墓があるのって中野区でここぐらいなんじゃないでしょうかね。ちょっと入ってみましょうかね。特徴的ですね。あの上になんかドラっていうかなんていうんですか、なんかありますね。これとかもう絶対もう飲み過ぎちゃったよてへみたいな感じですよね。可愛らしいね、微笑みのね、観音様。はい、こちらですね、鈴木九郎さん、中野長者ですね、かつて馬を売って富を築いた、鈴木さんが、創建したと言われているね、常願寺でございますね。こっちにもね微笑んでいらっしゃるね像が、ありますね。なんかにこやかでなんか癒されますね。
こちらもね、可愛らしい。なんか微笑みパワーをもらえそうです。わあ、はい、ここにですね参拝記念スタンプってありましたらね、ちょっとこういうのねやってみたいと思いますね。よいしょ。どっちにしようか。こっちでいいか。よっしゃ。これポチッとな。よいしょ。やばい、ちょっと片手取ってるからうまくできなかったです。いいね。参拝記念スタンプいただきました。よいしょ。こっちが丸、こっち丸ですね。よし、じゃあ記念にやりましょうか。はい、よいしょ。はい、綺麗にできました。はい、スタンプ押させていただきました。ありがとうございます。はい、はい、ちょっと山手通り下りましてですね、神田川のところ出てきましたね。目の前に見えるこの塔は、これは山手トンネルの排気塔ですかね、多分で。もうこっちからもう東京都庁とか見えますよね。もう新宿近いですね。はい、こちらがですね首都高速道路でよく耳にするけどなぞらった中野長者橋の元ネタです。はい、右側にこの中野長者橋、入り口があると思うんですけどもね、ここがね、神田川にかかるね長者橋。ここは来ることなかったな。なかなか変わった名前ですからね。伊勢崎長者橋とはまた違いますけど、はい、神田川あります。ここも水鳥はちょっといいか残念ですね。そうですね、吉祥寺を水源としているね、神田川が流れておりますね。先ほど訪れましたよね、青梅街道の、ところで神田川、ここをずっとね新宿方面行きますと先ほどの青梅街道のところでねぶつかるかなといったところでございますよね。はい、なのでもし中野坂上に住んだらこの神田川沿いにちょっとランニングとかもできそうですよね。遊歩道が一応あるんでね、そういうのもできそうかななんて思いました。はい、ということですね、今日は、中野坂上をですねぐるっと一周回っていました。いかがでしたでしょうか。ということですね。はい、中野坂上、青梅街道と山手通りですね、大きな、通りがございますけども、特に青梅街道沿いにねスーパーとか飲食店結構多かったので、一人暮らしとかですね、上京した方にもですね、なんか住みやすそうな感じがしました。あと近くにもともと中野の中心でありました宝泉寺とかですね、あと常願寺、あと神田川とかもねありますので、お寺とかね川とかもねあってですね、なんて言うんでしょう、新宿が徒歩25分ってめちゃくちゃ近いところにあるんですけども、そんなに都会すぎずですね、なんかちょうどいい暮らしができそうな印象を持ちました。はい、ということですね、私が運営しておりますね、国内最大級のベンチをまとめた座れる休憩場所検索とかですね、あとは街の住みやすさについてめっちゃまとめてます Find My Town というサイトを運営してますのでですね、ぜひ概要欄から遊びに来ていただけると嬉しいです。またですね、お手数でなければチャンネル登録、いいね、あとコメントとかですね、いただけますと、幸いです。どうぞですねよろしくお願いいたします。ということで今日もですね、長くなりましたけどもね、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次のお散歩でお会いしましょう。はい、それではさよなら。